作者のらしさとセンスが現れてるシーン。その作者さんらしさを感じる漫画のコマってあるよね。画像はハンターハンターのパクノだのシーン。ここに猫の鳴き真似を挟むのが富樫の真骨頂だと思ってる。こんな印象的なシーンなのにこんな小さなコマでしかも3コマだったのか。信じられない。富樫なら誘白の潜水と樹のシーン。だから富樫作品は味方だけじゃなく敵も好きになるんだよな。富樫は小回りやネームが変態的にセンス良いと思う。岩明先生はための演出がうますぎる。ヒストリエの欲も騙したなあは全部含めて感情表現が秀逸すぎるんだよね。感情的に叫ぶまでの助走というか準備みたいなのがすごくリアリティあると思う。足立満先生の物語にそこはかとなく漂う余韻というか雰囲気が好き。時間が止まったような空気感あるよね。重要なことほどあえて描かないんだな。読者が読みながら保管するから記憶と感情が強く残る。荒木先生らしいバーンとかジャーンとかのシーンはたくさんあるんだけど、セリフで荒木先生をひしひしと感じるのは画像の電気コンロのところ。きっと嫌な思いしたんだろうなって。作者近況にありそうなテンションだよね。弟子が真似するの断念した久米田浩二先生のこれ。気になって見てみたらすごいなこれ。画面の半分近くキャラがいるのにさらさらと読める。私には双子の妹がいます。そのおかげで私の一生はめちゃめちゃです。妹はとても美しいのです。私たちは一卵性で、腰のあたりでくっついているので、離れられないのです。萩尾元作品全般。5M 無双は言わずもがな最初の1ページ目に引き込ませる少女漫画黄金期という孤独を生き抜いた力よ。ヘルシングやドリフターズに見られる平子節。平野浩太先生のセリフ回しはかなり癖強いけどその分刺さるんだよ。同じ構文を畳みかけたり言葉を重ねたりするこのリズム感がすごい好き。島本先生って大駒のイメージあるけど、実は小駒の方が言語センスが鋭くてらしさが現れてる気がする。臭くなりがちな展開を全力でやりきるのが好き。振り切ってるから笑えるしパワーがすごい。藤本先生のセリフ回しもらしさが満載で好きなんだけど、無音のコマも好き。絶望感を表すセンスがすごい。藤田先生も語りたくなるらしいシーンはたくさんあるけども、やっぱりこれを男の感じている怒りと絶望を書くのにいい筆がなかったからといって指で書いた上巻の場面。原画展に行ったら指紋まで目視できてなんかもう成見えじゃなくてジュビロへのイフが勝ってしまった。江藤博之の言語センスってマジで神かかってると思う。短文でもいつまでも記憶に残るよね。藤子 F 不二雄先生は省略の天才だと思う。何の説明もセリフもなしで状況がわかる。藤子先生のテンポはすごいよね。それはそれとしてこのコマが一目で通じるのは読者の側にも積み重ねがあるからだろうとは思うが。石ノ森章太郎先生、説明せずに伝える演出力がすごい。当時これをやったのがすごい。009と0013の戦いは本当に動いてるみたいで脳汁出た。大げさでもなくアニメ並みに動いてる。動きを感じる刑事構成は本当にすごいと思う。ナルトも岸影先生らしいシーンや演出がたくさんある。この前に無音でクナイが落ちていく水中アングルのコマが続いてからのこのコマなんだけど、動きも音も衝撃も感じられるダイナミックで立体感がある良いコマ描写だと思う。前のコマってこれね。漫画だけど映像的な動きが感じられるよね、岸影先生。普通なら大駒や見開きで明かすような重大事実を背景の隅っこでさらっと明かすのは真似できない。そういう演出に久山先生らしさを感じる。よくそのさらっと明かすやつ出るけど、個人的にはこっちの方が久山先生らしさを感じるな。シリアスなシーンでのギャグいいよね。こういうのがあるから何回でも読みたくなる。手塚先生の作品全般、漫画表現そのものを作った人だから、らしさという言葉では片付けられないかな。視線誘導が完璧なんだよな。いつまでも古さを感じないどころか新鮮味まである。松井優生先生は作品のそこかしこにらしさがある。初めての連載一発目で開幕からこれ持ってくるセンス本当にすごいと思う。春編のラスト、この見開きに6だけ使われてないって言われてマジかよってなった。すごい。知らなかった、ありがとう。ネグロはほんま完結後も驚きが多いな。ワニ先生の言語センスの才能を感じる見開き。ワニ先生の言葉遣いいいよね。頭に残るワードが多い。富岡さんが鱗滝さんへ送った手紙の文面が好きだ。ドラゴンボールはここっていうのが難しいくらいほとんどのシーンで鳥山先生のセンスを感じる。このカメハメ派のカメラ割りとか地味だけど空中で体勢整えてる感がすごい。このポーズを3カメで描けるデッサン力よ。か、め、は、め。最初の飛び上がりから速度がゼロになってる。下に落ちる流れにつながってて威力の予告演出がすごい。何も考えなくても読めるんだよな。ドクタースランプ1話からこれだぞ。
なんでリアルとデフォルメが違和感なく同居しとるんよ。ケン石川は本当にアクションが甘い。切った空間を飛ばすっていう忍法を発動してる駒なんだが、こんな演出ありなんだと初見で脳天がツンとやられた。ネタにされがちだけどウルキオラの最後はすごい好き。久保太斗先生らしさがすごく出てると思う。体が消えて空白になっている箇所にセリフを置いて最後は真っ白な背景にただ一言だけ言葉を残すのは本当におされ。ポエムも含めて久保太斗の良さが詰まってる。小田先生の初期の構図は本当にセンスを感じていた。白と黒がベースのこのページは余計な情報が一切ないことで迫力が増してる。高橋陽一先生らしい流れるような小回り。めちゃくちゃごちゃついてる感じなのに視線誘導が見事すぎて初見でもすっと読めちゃう。ごちゃついてるようで、右から左へ、上から下へ、という駒の見せ方順の基本に沿ってるから自然に頭に入ってくるんだなこれ。江口夏美先生。大月の冷徹の時から構図のセンスがすごいと思ってた。で、金のモグラも構図はもちろん猫がいい。表情も全部。この猫のデフォルメされて化け物感ありつつあくまででかい猫が狭い場所に立ってる構図はうまいと思った。定番かもしれないが遊戯王の小回りは高橋先生のセンスが触れまくってると思う。ドローの躍動感がこの上なく伝わる。これも好き。冷静に考えたらカードゲームって動きあんまないし地味なことしてるのに、遊戯王って下手な物理バトルよりダイナミックな躍動感あるよな。やっぱデュエルディスクによって広い場所で立ってデュエルできるようにしたのもでかいよ。モンスターのビジョンもテーブルサイズじゃなくなったし。何かのインタビューでかっこいいではなくかっこよすぎるを目指さないと読者にすぐに飽きられてしまう。逆にかっこよすぎるを作り出すことができれば読者はいつまでも夢中になってくれるみたいなことを言ってたな。水木しげる先生の妖怪画はすごい。背景の岩場の書き込みも点描で描かれたアマビエもとんでもねえ。水木先生のイラストについてはいつも、それは足があって言ってくる人がいるんだけど、水木先生も間違いなくレベチ。自然描写に関して矢口隆夫先生を超える漫画家はいないんじゃないかと。持ち込みした時に編集者に矢口先生の絵が下手って言われたって話マジで信じられない。自伝漫画に出てた水木しげるさん曰くうまいけど漫画の描き方が分かってなかったらしいね。フリーハンドで汚い線を引いたり略画にしてたのを直すように言われたとあるから、編集側がこいつ漫画描けてないと判断したのかも。矢口隆夫先生の水の表現はガチすぎて殿堂入りのレベルかと。らしさが伝わるシーンたくさんありました。やっぱりこういう話題は有名どころの先生が多く出てきますね。私がその作品の作者さんらしさを感じるのは構図よりセリフが多いかも。まさかヒロインはこっちとは。予想外のヒロインをまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。